SNS をスクロールしていたら、地元のコミュニティの投稿が目に入った。感染血液売ります。なぜかわからないが、思わずコメント欄を開いた。一番上のコメントを見た瞬間、私は思わず息を飲んだ。興味あり。DM ください。プロフィール写真は夫のものだった。その瞬間、デレクが注射器を持って部屋に入ってきた。ハニー、妊娠維持の注射の時間だよ。1、開けられた注射器を見つめ、さっき見た投稿を思い出すと思わず息を飲んだ。ここに置いていて。後で自分で打つから。デレクの目に一瞬驚きが浮かんだが、すぐに消えた。彼は柔らかく笑って。どうしたの？いつも私が打ってるじゃん。調子悪いの？私は首を振った。いいえ、ちょっと休みたいだけ。私とデレクは結婚7年、子供がいない。健康診断の結果、医師は自然妊娠は難しいと言い、体外受精を提案してきた。当初はデレクが反対していた私の体が耐えられないと心配していたから。でも私が自分たちの子供を強く望む姿を見て、彼は徐々に譲歩した。妊娠した後、医師は肺の質が悪いと言い、妊娠を維持するためには絶対安静と定期的な注射が必要だと告げた。それで私は仕事を辞め、妊娠維持に専念した。デレクもこの徳がたい赤ちゃんを大切にしていた。家事は全部彼が一手に引き受け、注射もいつも自分で打ってくれた。だが、こんなに思いやりのある男が、本当にオンラインで感染血液を買って私を傷つけようとしているの？考え込んでいる私に気づいたデレクは、そっと私の額にキスをした。わかった。じゃあ横になって休んで。私はシャワーを浴びてきて、後で注射を打ってあげる。私は思い出したようにうなずいた。デレクは長く私を見た後、見して離れた。彼がいなくなるや否や、私はティッシュで針をさっと拭いた。果然、白い髪に赤いシミがついた。その瞬間、全身の血液が頭に上がってきた。数秒後、自分で落ち着こうと努めた。注射器を包んでゴミ箱に捨てた。再び先ほどの投稿を開くと、投稿者のプロフィールには感染患者の用品売り出しが並んでいた。血液だけでなく、使用済みの歯ブラシ、着たことのある服や靴まで。こんなものを売る人がいるとは思わなかった。最新の投稿にだけデレクのコメントがある。彼は初めて購入するのだろう。考えて少しすると、私は投稿者にチャットを送った。こんにちは。感染患者の血液はどうやって使うのか聞きたいです。入力した瞬間、心臓が喉まで飛び上がった。すぐに返信が来た。直接人の体内に注射すればいい。感染率 100%。購入者は多いですか？警察に見つかりませんか？日々で供給量が限られています。今日の在庫はすでに売り切れました。購入したい場合は明日再来てください。取引は原種秘匿で発見されませんから安心してください。つまり今日の在庫はデレクに売られたのだ。その時、デレクがシャワーから出てきた。私は慌てて携帯を枕の下に隠した。彼は本能的にゴミ箱を分いた。中の注射器に気づき、口角がほんのり上がった。注射打ったの？じゃあ休んでね。私は慌ててうなずき、異常に気づかれないようにライトを消した。背中を向けて横たわり、これまでの7年間を思い返した。私たちは大学時代の恋人で、卒業後結婚した。デレクの家は裕福ではなかった。結婚時の家や車は全部私の家から出した。でも彼のプライドを考えて、私はこんなことを決して口にしなかった。これまでの数年間、彼は私にとても思いやりを持っていた。
母もデレクみたいにあなたの悪い性格に我慢できる人は他にいないと言っていた。そんな彼がなぜ私を傷つけたいの？どれくらい横たわっていたかわからないが、背後からかすかな音が聞こえた。ハニー、寝てるの？私は目を閉じ、熟睡しているふりをした。デレクは何度も呼んだ。応じない私を見て、彼は携帯を持って静かにバスルームに入った。すぐにバスルームから意図的に低くした彼の声が聞こえてきた。私はこっそりドアのそばに近づいた。聞こえてくる言葉を耳にした瞬間、全身が電気ショックを受けたように痺れた。ベイビー、心配しないで。もう彼女に感染血液を注射したよ。後で何か言い訳をして検査に連れて行く。結果が出たら SNS に上げてみんなに見せるどんな安物のスラットで男と寝てるか。そしたら彼女の家の財産は全部俺たちのものになる。もちろんお前を一番愛してる。あの黄ばんだビッチはベッドの上では死んだ魚みたいだ。お前に比べたら何でもない。明日、ホテルの部屋を予約して、さっき買ったランジェリーを着てきて。考えるだけでムズムズする。あとは二人の頂上はばかり。聞き続けられなくなり、ゆっくりベッドに戻り、倒れ込んだ。原来デレクはずっと浮気していたのだ。今は私の家の財産のため、名誉を汚してまで私を殺そうとしている。隣で寝ている男がこんな怪物だとは思わなかった。どれくらい経ったかわからないが、デレクがようやく電話を切って戻ってきた。私のそばに横たわり、右手は無意識に私の服の下に滑り込み、胸に届いた。吐き気がして、私は彼の手を払いのけた。やめて。今日調子悪いの。ちゃんと休みたい。あなたは別の部屋で寝てくれない？デレクは動きを止め、すぐに表情を調整していつもの柔らかい口調でわかった。別の部屋に行くよ。夜中に調子悪くなったらいつでも呼んで。空の部屋に一人で横たわり、誰からも完璧な男だと思われていた彼が、裏ではこんなに恐ろしい人間だという事実を受け入れられなかった。腹子の中の赤ちゃんは本当に産ませていいの？翌日の朝、デレクはいつものように朝食を作ってベッドに運んできた。以前は感動していたこの姿が、今はただうんざりするばかりだ。私は冷たい声で、ここに置いていて。空腹になったら食べる。デレクはついに異常に気づいた。上から下まで私を見回し、困惑して、ハニー、ちょっと変わってるね。熱はない？慌てて額を私の額に当てたが、体温が正常だとわかると、口調にがっかりしたような色が浮かんだ。熱ない？多分休みが足りてないんだろう。今日は会社で残業しなきゃ。家でちゃんと休んで。話す前にデレクはバッグを持って出て行った。残業？むしろ愛人と頂上に急いでいるのだろう。デレクが出て行くや否や、私はタクシーを拾って病院に向かった。感染血液を買って注射するのは初めてだが、その前に他の方法で私を傷つけようとしていたかもしれない。徹底的に検査した方が安心だ。もともと定期的に妊娠検査を受けているプライベート病院に行こうと思ったが、突然思い出したデレクはいつも同行していて、医師や看護師はみんな彼を知っている。彼に気づかれるのを避けるため、別の病院に行くことにした。結果はすぐに出た。すべて正常だった。健康診断書を手にした瞬間、ほっとため息をついた。幸い早く発見した。ついでに妊娠検査もして、赤ちゃんの発育状況を確認しようと思った。結果が出たとき、医師は長い間火を潜め、やっとためらって。最近何か薬を飲んでいますか？赤ちゃんの発育に問題があるようです。医師の言葉を聞いた瞬間、心臓が喉まで飛び上がった。毎日妊娠維持の注射を打っています。
以前の検査では赤ちゃんは非常に健康だったのに。どうして発育に問題が出るの？医師の眉はさらに深く潜めた。検査結果によると、体内に大量の薬物残留があります。これにより胎児の発育不全が起こる可能性があります。注射を打っていると言いましたが、見せてもらえますか？幸い私は薬を常に持ち歩く習慣がある。慌ててバッグから妊娠維持薬を取り出して医師に渡した。彼は長い間薬を見つめた後、怒ってメガネを机に叩きつけた。どの病院でこの薬を処方されましたか？この薬には妊婦が使用してはいけない大量のホルモンが含まれています。毎日これを注射していれば、胎児に問題が出るのは当然です。しかもあなたの体は非常に健康です。絶対安静する必要は一点もないです。この病院はどうしてこんなに無責任なんですか？私は突然雷に打たれたような衝撃を受けた。手術や妊娠検査を受けている病院は全部デレクが手配したものだ。彼はこのプライベート病院は技術もサービスも良い少しでも不快にさせたくないと言っていた。はい、移植手術の後、デレクはあなたの体質は弱いから、絶対安静と注射で赤ちゃんを守らなければならないと言った。私は疑いもせずに彼の話を信じた。薬はいつも彼が病院で受け取り、検査にも同行してくれた。現来私は根本的に絶対安静する必要がなかった。彼がしたことは、私と外部の接触をできるだけ遮断するためだった。この一切は、最初から彼と病院が共謀した詐欺だった。彼は私が自分たちの子供をどれだけ望んでいるか知っていながら、この赤ちゃんを生かすつもりがなかった。自分の私欲のため、自分の血肉さえも消せる男だ。デレクは人間として不適格だ。診察室の空気が数秒間固まった。経験豊かな医師は同情のような目で私を見て、この赤ちゃんは生まれつき発育障害があります。医学的な観点からは産ませることをお勧めしません。よく考えてください。時間は多くないです。医師の言葉を聞いた瞬間、私は氷の世界に落ちたような感じがした。今朝、赤ちゃんの動きを感じたばかりなのに、今はこんな残酷な選択を迫られている。この一切の元凶は、あのクズのデレクだ。絶対に許さない。数秒間落ち着いた後、私は震える声を抑えようと努めた。この赤ちゃんを産ませるのは、ただ彼らを苦しめるだけ。私はそんな地渡しじゃない。でも赤ちゃん、お母さんを最後に助けてくれないか？家に帰ると、デレクはすでに帰っていた。私を見るや否や、彼は少し慌てた表情で私を抱き、